こんばんは。ここはフランクフルトですね。これからスイス向かうわけですけど、そうなんですね。なんかお店が何軒かあるんですか？今回はちょっとバーゼルと、バーゼルはローカルの人がやってるお店で、チューリッヒはもともとは日本人がとスイス人で共同でやってたんですけど、今はスイス人、ローカルの人がやってるお店があって、そこの2軒をスイスは、ちょっと調査してみたいと思います。実はですね、1週間前、無垢の山本さん、日本で一緒だったんですけど、ちょうどフランクフルトに帰って実はここで合流をして、スイスイタリアまで一緒に行くという。スイスはドイツ語圏なので、もう最高の通訳が一睡もできなかったです。あ、本当ですか？半沢直樹を1話から10話まで全部見ました。ラーメン店とかあるとかそういうの？そうですね。バーゼルとチューリッヒの方にいいラーメン屋さんがあるみたいで、ぜひそこで美味しいラーメンを食べたい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこれから電車に乗っていきます。はい。ベルリンの壁が崩壊してから25年。もう歴史的な日。フライブルクだいぶ国境に近いんですね。スイスとドイツの国境まで8キロ切ってます。だいぶ近づいてますね。やってまいりました。人生初のスイスです。スイス行っても国境に近いんですよね。もうドイツの国境沿いにある町っていうのがバーゼルですよね。スイスというとハイジですかね。教えて山本さんって感じですかね。教えて中野さん、教えて美味しいラーメンを今どこに？今ここです。これです。みんなでさしてない。でこれはドイツの管轄のメインステーションで、こっちはスイス、そしてフランス。ドイツと厳密に言ったらスイスで、こっちはフランスと、スイスの管轄の、だからメインステーションがここは国境に挟まれてるんで2つあるんです。両方中駅なんですけど、やっぱり入る玄関口によって要は終着点が違うんです。溝の口と武蔵溝の口みたいなもんですね。そうですね。これライン川ですか？ライン川。これライン川ですね。それこそ境川ってことですね。境川って鶴見川ですね。鶴見川。相模原と町田みたいな感じじゃないですね。バーゼルはもうライン川の、要は最終地点というか、ハンブルクの方、オランダの方からこうずっと流れてて、それで港としてはスイスバーゼルが最終地点で、昔から手工業とかやっぱりその工業製品とか、工場とかが非常に多い産業の町、スイスの中では珍しいそう産業の町ではあります。餃子が入った醤油ラーメン、このお店の人気メニューということで、スイスの方はチキンがということで、人気の看板メニュー2つをちょっと試食してみたいと思いますね。油分が非常に少なくて、ちょっと香草とか野菜の出汁の感じがしますね。ちょっと餃子で若干油分が出てきて、なんか揚げたような餃子ですね。中の肉の風味とかやっぱり
日本結構日本に近いですね。ああいうフランスみたいにこうギュッと詰まってるタイプではなくて、味噌もあっさりした味噌ですね。で比較的見た目は味噌汁に近い感じなんですけど、でも味自体はしっかり味噌ラーメンの風味というかごまの風味と、あとチキンブイヨンのいい香りがすごい上がってきて、どっちかっていうと中華そば風の味噌ラーメンっていうか。北海道の味噌ラーメンとまたちょっと違った感じなんですか？違いますね。油分がやっぱり少なめなので、やっぱりヘルシー志向を意識したラーメンなので。鶏のチャーシューですね。鶏のチャーシューはちょっと小ぶりなんですね。で小ぶりですし、結構しっかり煮てあるので、ささみのような硬さはなくて、本当に柔らかくて口の中に入れると溶けるような感じです。そうですね。さっきは鶏ですから、これは豚のチャーシューですね。バラの部分ですね。このぐらいけど薄い切り方ってあんまり日本では、ただこういうバラがなんかスイスで食べられるっていうのはちょっとびっくりですね。だから日本人が来た時にチャーシューを頼む人が多いっていうので、やっぱり日本人向けにこれは用意してるのかもしれない。たださっきかなりあっさりしてたので、このバラが乗ることによって、若干のコクというか、アクセントにはなります。意外にあっさりしているラーメンでしたね。そうですね。だからやっぱり日本料理に求められてるっていうのはもうイコールヘルシーなので、やっぱり市場全体に共通している、その現地人向けのラーメンっていうのはそういう感じになっちゃう。I like soups, and the service is very good here, and people are very friendly, and that's the reason why I'm here. And I like soups. Also nicht mit ungesund einfach so. Also ich habe es jetzt nicht speziell als extrem gesund in Erinnerung oder so. Aber ungesund ist es nicht. Also mit dem Recht. Ja, von Anime halt. Anime noch. Genau. Für mich macht es einen sehr gesunden Eindruck. Also, am Anfang hatten wir das alles angeschrieben, dass wir Ramen machen, und viele Europäer sind reingekommen und wollten Sushi essen. Also das erste Jahr wollten die meisten Leute nur Sushi essen. Und wir haben das wirklich probiert zu erklären und zu zeigen, was es ist, auch mit Bildern. Und die europäischen Menschen waren ziemlich offen hier und haben probiert und haben es sehr schnell gut gefunden. Es ist sehr schnell angekommen in Basel. Grundprinzipiell möchten wir in der Schweiz Rahmenmarktleader sein. Und die Schweiz ist ein kleines Land mit kleinen Städten. Und Ramen ist ein Konzept an sich, das Millionen Städte grundsätzlich brauchen, weil es braucht viel Frequenzen. Und wir streben an, nachdem wir in der Schweiz noch 1, 2 Filialen aufgemacht haben, wenn das Schicksal es will, sicher im Umkreis von der Schweiz, also Frankreich oder Deutschland, einen Schritt zu wagen. Aber das ist noch weit, das ist nicht so brisant. Ja. Dreimal? Einmal ist diese Putenschnitzel. チキンのシュニッツェル。これなんですか？ガッチャですね。ガッチャ。ドイツとフランスの中間みたいな感じのバゲットですね。中がこういうそうですね、ささみ系のやつをグリルしたやつとか、例えばこう野菜とか、ちょっと酢漬けっぽいやつとか、そういうのは結構ドイツなんですけど、このバゲットのこういう質感はドイツにはなくてフランスの影響があるんですけど、なんか食べた感ありますよね。しっかり噛まないといけないから。ヨーロッパ人でも唾液の分泌量が日本人よりもかなり多いので、こういう硬いパンも水なしで全然食べれるんですよ。
ラーメンのメニューで一番上に塩ラーメンが来てるんですよ。そうですよね、珍しいですね。珍しいですよ。ロンドンの竜騎士以来ですね。今までと比べると油もちゃんと入ってますし、非常に日本のラーメンのスタイルに近いですね。麺はやっぱりさ、札幌の縮れた麺に近い形で、相性もいいですね。札幌ラーメンのお店の塩ラーメンみたいなイメージですね。チャーシューがうまいです。脂身はないんですね、ほぼ。なんでしょうね、赤身のうまさというか、なんかちょっと厚切りの牛タンみたいな味がするんですよ。日本のチャーシューみたいに醤油がこう染み込んでる感じではないですよね。この担々麺はすごい一見あっさりしてるかなと思うんですけど、ごまの香りがすごい濃厚にきて、ごまの香りです。はい、今練ってあるような、なんていうんでしょうね、白ごまの粘土というか、そういうものがしっかり効いてるので、ひき肉を混ぜるとかなりスパイシーなんですけど、複雑な味わいになって、多分ひき肉自体だいぶ工夫されてるので、そのベースはかなりあっさりなんですけど、ひき肉を混ぜることによってかなり濃厚なスパイシーな刺激のある癖になる味ですね。そのなんでしょう、紅生姜っていうのは結構担々麺に入れないものですけど、珍しいですね。まあヨーロッパ通してこういうちょっと辛いものすごいみんな好きなので、これが人気だっていうのもよくわかりますし、日本人だとちょっと辛いかなと思う人もいるかもしれないですね。The presentation is really nice, and the soup it's different. You know, it's not common. It's very flavorful. Yeah, it's really really good. It's yummy. I love the mix between the meat soup and the fish steak. Yeah, I think so. スイスは25年くらい。ああ、そうなんですね。東洋人がやってるお店は結構あるんですけど、本当にこういうラーメン、日本のラーメン出すとこはそんなないので。Ich glaube zwei Sachen. Also erstens ist wichtig, japanisches Essen ist sehr beliebt in Zürich. Also das Image von japanischem Essen ist einfach top. Und ich glaube interessant ist, am Anfang, als wir geöffnet haben, da kamen viele unserer Freunde als Kunden, also Architekten und Künstler und Musiker. Und jetzt gibt es immer sehr viele auch Businessmen, Salarymen. Also es ist wie so, das Publikum ist viel breiter geworden. Also es sind nicht nur so ein kleiner Kreis, sondern es gibt jetzt wirklich alle Typen Menschen, die hier einkaufen. Und vielleicht nur auch noch zu der Frage. Wir waren von Anfang an relativ schnell voll, war das Restaurant. Es sind sehr viele Leute gekommen. Und jetzt nach 5 Jahren sind doppelt so viele Leute wie vor 5 Jahren. Also es wird immer bekannter. Ja, genau. Also wichtig ist, wir haben jetzt gerade ein zweites Lokal gefunden. Also wir arbeiten an einem zweiten Lokal. Und wir haben schon auch nachgedacht, zum Beispiel in der Schweiz, in anderen Städten Filialen zu eröffnen. Aber es ist nicht einfach, dass die Qualität dann stimmt, die Kontrolle. Oder? Weil man einfach jemandem sagt, mach du Ramen ja, und dann ist die Qualität nicht gut. Also wir sind dann wieder am Experimentieren, wie man das machen kann, dass die Qualität gut bleibt und trotzdem Verantwortung. Und der Unterschied zu hier wird sein, dass die Küche ist offen. Die Kunden können sehen, wie wir die Suppe zubereiten. Ja, das ist der Unterschied. Also wie so Ramen ja in Japan, wo man wirklich so... Ja, genau, unbedingt. Ich habe lange Ramen gar nicht so bemerkt. Zuerst, wenn man nach Japan kommt, hat man so Sushi und Okonomiyaki und Yakisoba, und dann erst spät habe ich Ramen so entdeckt. Das war für mich nicht das Erste. Dann habe ich es gern bekommen, aber am Anfang habe ich mehr so andere Sachen eigentlich probiert. Hier in der Schweiz kann man nicht Ramen essen. Es gibt keine guten Orte für Ramen. Bei mir war es umgekehrt. Ich bin 2000 habe ich in New York gelebt, ein Jahr. Und ich hatte gerade unter
meiner Wohnung hatte ich ein Ramenjahr. Und ich habe dort jeden Tag gegessen. Und wo ich gehört habe, dass meine Kollegen da Idee haben, einen Ramenladen zu eröffnen, dachte ich, das muss sein, weil das müssen wir auch haben in der Schweiz. Ich wusste natürlich nicht, ob es authentisch ist, aber es ist einfach, es waren Japaner, die den Laden geführt haben und es war sehr gut und ich habe dort gut überlebt, vor allem im Winter. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Grund für uns, warum wir hier mitgemacht haben, ist, damit wir selber Ramen essen können, für uns selbst, als Besitzer, damit es immer Ramen in Zürich gibt. Eine gute... Ja, das ist eine gute, also ich finde das wichtig. Wir haben nicht das Restaurant eröffnet, weil wir ein gutes Business machen wollten, sondern wir wollten das Restaurant, weil wir gutes Essen hier haben wollten. Das war so ein bisschen. スイスどうでした？2軒行ったんですけど、共通して言えるのは2店ともローカルの人が、経営をしてて、生麺の方はスイス人の口に合わせたラーメンを提供している。一方、イコーの方は日本の、オーセンティックな味をスイスでこう広めていくという、方向性がこう2通りあるっていうのが面白かったですね。10年前はスイスにラーメン屋さんがあるなんてもう想像できなかったですけどね、こうやってあるっていうのは本当にこうラーメンが世界に広がってるっていうのをすごい感じます。ということで次は、イタリアに移動となります。まずはミラノのイメージは何ですか？ドームですね。だから来年その5月からその、万博がミラノで開催されるんですけど、初めて食をテーマとした、万博が開催されるということで、私もこの1月に行ったんですけども、ミラノ万博一色なんですよ、街が。さらにこう加速してすごいこうもう食にこう特化したような街になっていくと思いますので、非常に楽しみです。ありがとうございました。ありがとうございます。おお、こんな品にあるんですか。オッケー。チョコレートのエスプレッソや。これ同じだと。こんな感じ。そんな感じ。